はい、どうもこんにちは。イージーゴーイングアウトドアでございます。今日なんですけども、2021年アウトドア用品キャンプギアで買って良かったものを3つ、買って悪かったものを3つ、それぞれ紹介していこうと思います。結構ね、ランキング形式に皆さんしてるんですけども、ランキングコーツつけがたいんで、良かったもの3つと悪かったもの3つを紹介して終わりにしようかなと思います。一番買って良かったなと思うものですね。それはここに置いてあるこの LED ランタンですね。これゴールゼロのやつ。これですね、もうこれ誰が多分何と言おうとみんなが買った人はいいって言うと思います。これ結構ね、批判してる人は完全批判ではなく、ここが部分的に嫌だとか、ちょっとした不満だと思うんですよね。使ってみてトータル的に考えたら、これね、めちゃくちゃコスパが良くて良かったなっていう商品ですね。点灯時間が長いし、そして明るいですし、そしてこのコンパクトさ、丈夫さですね。これのどれを見てもね、なかなかいい商品だと思いますよ。本来っていうか、初めはこれ買うつもりがなかったんですよ。ただ立ち寄ったアウトドア用品店でお一人様一人1個ということで、限定ということで釣られて買ったんですよね。結構人気なんで。買ってみて、いざ使ってみたら良かったという商品ですね。欲しくて買ったんではなくて、なんとなく使ってみたら結果的に良かったよという感じですね。今ではこれキャンプに行くとき必ず持って行ってるキャンプギアに入ってますし、これ買って良かったなと思ってますね。後悔はしないです。で、これめちゃくちゃ明るいんですよ。明るくてコンパクトで、そして機能的にも便利。よく比較されるのがこちら、レッドレンザーのね、このランタンともよく比較されるんですけども、こちらも最初は持っていませんでした。こっちを買ったんでよく比較されるレッドレンザーどうなのかなと思っていざ買ってみたんですけども、それぞれ使ってみた結果、やっぱり良かったのはこのゴールゼロがダントツに良かったです。というのもですね、キャンプで寝るときって夜真っ暗にする派ですか？それともちょっと常夜灯で何かをつけとくタイプの人ですか？やっぱり家で寝る時のそれぞれに分かれると思うんですけども、私家では真っ暗で寝るんですけど、キャンプ場だったらね、ちょっと物を取ったりとか喉乾いたりとかトイレに行ったりということで、やっぱり配置が違うんで何かをつけときたいんですね。といった時にこのレッドレンザーでは明るすぎる、明るさ3段階調整があるんですけども、これが今一番暗い状態なんですけども、この状態でも机の上、テントの上に吊るしてたら眩しいんですよ。眩しくて寝れないんです。対してこのゴールゼロなんですけども、無段階の明るさ調整機能があるんです。この無段階調整機能、上のボタンを長押しすることによって、こうやってね、明るさが変わっていくんですよ。この調整機能があるから夜寝る時に一番暗い状態にしてテントの上、そして机の上に置いてても眩しくないんです。もう一回この後ろ側に LED が4つあるんですけども、もう一回押すとね、この光る範囲といいますか、光る LED が右半分と左半分でほら違うんですよ。で、この半分だけ対称角に光るんじゃなくて、半分光るのが最初は気持ち悪かったんですけども、自分がいる方向と反対側の2つを光らして一番弱い光にしておくことによって眩しくないんですよ。なんでテントの上に吊るしておいても、机の上に反対側にして置いておいても常夜灯として使えるので、使用範囲がかなり広いです。トイレに行くときはね、ここの上を通常通りのこのフラッシュライトとしても使えるんで、夜道歩くときにも使えて、調理用のランタン、調理とかね、作業するときのランタンとしても使えて、そして常夜灯としても使えるんで、使用範囲がかなり広いです。これ一つあれば、もう作業もできるし、道も歩けるし、寝るときにも便利。なんで使用範囲が広いんで、これはかなりおすすめします。長ったらしく話しましたが、これが買って良かったものランキングにしたら1番に入りますね。次に買って悪かったもの、別に買わなくて良かったものの1つ目ですね。それがここに置いてます。堀西のアウトドアスパイスプレミアム。これクラウドファンディングでクラファンで買ったやつなんですよ。クラファンで限定品で、今度の一貫この限定品が売り切れたら次の生産販売が全くの未定というプレミアム感に釣られて買いました。多分ね、僕と同じようにこのプレミアム感に釣られて買った人は結構いると思います。しかしながらクラファン終わった後もアウトドアショップオレンジさんのホームページ通常通り販売はされてましたし、今年の12月からはですね、通常のアウトドアショップや雑貨屋さんでも普通通り売られるようになりました。なんでわざわざクラファンで高いお金を払って早めに買う必要はなかったなという商品ですね。限定品に釣られた割には元から販売の予定があっただろう。ちょっと騙された気分になって買わなきゃよかったなと思います。ただ味は美味しいですよ。まずくないですし、普通通り美味しいです。美味しいんですけど、やっぱり飽きる味をしてるんで、あまりたくさんは使えないですし、そんなしょっちゅう使いたいものでもないですね。たまの味変にめちゃくちゃいい便利なものですよ。でも買っては良かったなとは思いません。買わなかったら良かったなと若干思ってます。ちょっと腑に落ちない商品って意味ですね。これが買って良かったものではなく、買わなきゃ良かったもの、一つ目に入ります。続いて買って良かったものの2つ目ですね。がこのテーブル。
マウント隅の焚き火テーブル、この2つが買ってよかったものの2つ目に入ります。最近買ったものなんですけども、この焚き火テーブル2つも買ってしまったのかと思うんですけども、サイズがラージサイズとスモールサイズ、この2種類しかありません。で、このスモールサイズ、ラージサイズどちらも可愛いですよね。焚き火テーブルにしたら3000円台でかなり安いんですよ。他の焚き火テーブルだったら大体1万円前後するんですけども、その中4000円でお釣りが来る3000円台で買える焚き火テーブル、これがかなり貴重です。コスパがめちゃくちゃいいです。大きい方とちっちゃい方、どっちが好みなのかというと、個人的にはこのちっちゃい方がかなり好きです。このウッドフレームのサイズとこの天板、天板ですね、このサイズ感、すごいバランスが取れてて綺麗じゃないですか。そしてこの足の部分の太さもね、すごいいい感じの太さしてるんですよ。で、対してこの大きい方、ラージサイズはね、いろんなものを乗せれて、ある程度のサイズがあって便利なんですけども、このウッドフレーム、このテーブルの足、この天板のバランスがなんか細すぎるなと思ってちょっと違和感を持つサイズをしてるので、あまり好きなデザインにはならなかったので、こっちのちっちゃい方が便利ですね。便利と言いますか、好きです。ただこれ何を乗せるんだっていう感じですよね。上にそんなにたくさん物を乗せれないですし、コンロ乗せれるのかって言ったらコンロも乗せれるもの限れますし、調理道具を乗せるのかって調理道具もそんなにたくさん乗りません。なんで使用用途としてはあまりないように思えるかもしれないんですけども、メインのテーブルとしてはこういったテーブルを使っておいて、で自分のちょうど肘掛けのあたりにですね、これを来るように設置をして、自分のスマホだったり携帯だったりこんなランタンだったり鍵だったりっていうサイドデスクっていうか、小物置きみたいな感じで使うのに使ってます。なんで身の回りの小物をパッとポッケに入れるんじゃなくて、この上に置くという意味で使ってるんで結構便利ですね。サイズ的にはちょうど A4 の紙と同じぐらいのサイズをしているので、違和感なく自分の身の回りに馴染んでくれるデザインのいい焚き火テーブルということで置いてます。これが買ってよかったものの2つ目ですね。続いて買ってよくなかったものの2つ目です。それはね、今ここに置いてないんですよ。もう処分してなくなってしまっているものなんですけども、買って悪かったもの2つ目は、アウトドアメーカーではなく文具メーカーっていうのかな、カッターナイフメーカーオルファが出したアウトドアナイフ、オルファの3が今年の初めに発売されたやつを飛びついて購入しました。しかしながら買ったはいいけど、あまり使用頻度がなくて、値段の割には機能面どうなのかなというところが疑問を持ったので、もう処分してしまったんですけども、デザイン形は結構良かったんです。耐久性に関しては長い間使ってないんでどうなのかは分かりませんよ。ただグリップの部分のね、強化プラスチックがモナカ形状で両方から刃を挟んで、金属のボルト1本2本で留めてあるんですけども、そのね、つなぎ目の隙間が結構ガサガサに開いてるんですよ。ガサガサってこうやったらね、中の金属が見えるぐらい、フレームが見えるぐらい開いてるんで、そこから水とか汚れが侵入をするんで、あまり清潔を保てるものではないかなと思って、ちょっとこれはね、使用いかがなものかなと思って処分をしました。私狩猟とかもしてるんで、狩猟で使った時ね、間に血が入ったりとか、調理で使った時にね、水が入りっぱなしになったら不衛生じゃないですか。そういったものはあまり好きではないんで、もうこれいらねえわ、使えないわということで処分をしました。アウトドア入門用のナイフとしておすすめをするんだったらモーラナイフをおすすめします。別動画で比較動画とかも上げてるんでね、よければそちらも見てください。アウトドア入門用にはモーラナイフをおすすめします。で、それ買って良くなかったものの2つ目ですね。はい。そしてここでね、買って良かったもの3つ目に入るんですけど、ちょっと番外編として、これですね、今年の初めに購入した、これ何かわかります？もうこれキャンプ用品というよりは雑貨ですね。ちょっと外で使うのにいいかなと思って買ったんですよ。これがジョッキ缶って今年の初め流行ったじゃないですか。ジョッキ缶生ね、カンカン、アルミ缶の上をシュパッと開けて、ジョッキのように飲める上が全部開くやつです。開くってやつね。あれ今年欲しくてコンビニ探し回ったんですけど買うことができなかったんです。なんでどうしてもああいう感じで飲みたいということで探し回って中華サイトで見つけたのがこれです。これを使うことによってアルミ缶の上側をきれいに切り取ることができてジョッキ缶のように飲むことができる。これがあればジョッキ缶いらねえじゃねえかと思って買ったんだけどゴミでした。完全にこれはゴミ。なんでここにあるかもわからんぐらいのゴミです。なんでゴミなのかっていうのはそっちの動画見てください。これはね、買うべきではないし買う人もいないだろうからいいんですよ。はい、続いて買ってよかったものの3つ目です。それはここに置いてます。これですね、珍しく中華製品をラインナップに入れました。はい、買ってよかったもの3つ目、これです。はい、白金回路ですね。日本の Amazon とか楽天でも白金回路って売ってるんですよ。ジッポから出たりとか白金回路っていうのも売ってます。ただ値段が4000円台後半かな。4000円、4、5000円するんですけども、これは中華製で送料込みで600円か700円でした。めちゃくちゃ安いでしょ。ただ使い物になるのかどうか不安だったんですけども、これね、普通通りっていうか、他のやつと構造もサイズもほぼほぼ同じで、めちゃくちゃ使えるんですよ。もう
機能的には簡単な構造をしてるんで、何一つ申し分なく使えます。600円でこれだったらかなりお得です。そして最近マグマ回路ってあるじゃないですか。マグマ回路と比べたら完全に比較対象にならないぐらいこいつの方が熱くなります。マグマ回路とか使い捨て回路っていうのは氷点下では基本的には使えないんですね。空気中の水分がないと発熱しないので、それがね、これだったら氷点下でも使えるし、極寒の中でも使える、そして熱々になるんで、北海道どころか湯たんぽ代わりにしても使えるぐらいの熱量を持ってます。で、完全に湯たんぽって言ったらお湯沸かして詰め替えて結構サイズ感もあってってあるんですけど、これをねちょっとタオルに巻いて寝袋の中にポポイッと入れとけばだいぶあったかいと思いますよ。なので回路以上の使い方をできるこいつめちゃくちゃおすすめです。もし安くであれば買っといて損はない商品ですね。ただ燃料の管理とか火をつけなければならないっていう火を取り扱うことに関しての注意事項は多々あるんですけども、これは結構便利な商品なんでおすすめをします。買って良くなかったもの3つ目。買って良くなかったもの3つですね。3つ目。ここにもう置いてないです。それもね、処分してしまってるんですけど、ついこの前紹介しました、マキタのバッテリーが使えるハンドチェーンソーですね。ガーって切るやつ。マキタのバッテリーは今、掃除機と、こいつブロワーで使ってるんですけども、このブロワーはね、思いのほか使ってないんで、これは買っていいもの悪いものに入らないんで、それなりに便利なんで、いいんですけど、買って悪かったものはバッテリーが使える互換性のハンドチェーンソーです。バッテリーの使い道がないんで、キャンプで使えるものがないかと思ってあれを買ったんですけども、別動画で紹介していますが、あれが案外っていうか全然使い物にならないんですよね。バッテリー1本で切れる量も少ないですし、切れる木の太さもこの手首ぐらいの太さですね。そのぐらいの木だったら難なく問題なく切れます。しかしながらこのぐらいの木だったら手のこで切ってもそんなに苦にならない太さをしてるんで、手のこで切れよっていう話になるんですよ。対して苦になるこの太ももぐらいの太さの木だったらやつでは切れないんです。刃の接地面が木と大きく触れてしまうと抵抗が大きくてモーターにかかる負荷がかなり大きくなって止まってしまうんですよ。止まって切ることができないんで、止めては切りを繰り返して40分ほどかかってようやくこのぐらいの木が切れました。そこまでしてそれを使う必要はないかなということでもう処分をしました。全く使い物になりませんでした。いらないものでしたね。そちらも動画に載せてるんですけども、よければそちらも見てください。というわけで2021年買って良かったもの3つ、買って悪かったもの3つ、それぞれ概要欄にリンク載せてますし、ここに置いてるものもね、ちょっとした感想を載せて概要欄にリンクと一緒に載せておきますんで、よければそちらも見てください。よければチャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、良いお年を。